はい、おはようございます。7月5日ですね。土曜日かな。もう曜日感覚が分かんなくなって、ちょっとお久しぶりです。お久しぶりというか、昨日ちょっと熊が出たっていう動画を上げましたけど、いやびっくりしましたね。初めて野生の生で熊を見ました。ビビりました。で、今日はね、実は、いつものとこあれか、ミッション1が帰ってきて、初めてこうやって動画撮ってるかな。でミッション1で撮ってるんですけど、またいつものワイヤレスロードさんのワイヤレスプロで音を取ってますけど、今日はちょっと変えてます。っていうのはあまり僕もすっかり忘れてたんですけど、あまり知られてないのがワイヤレスプロの受信機ですね。普段僕めった使わないんですけど、受信機ってパソコンとか、カメラとかに USB 接続すると USB マイクとして認識されるんですよ。それをちょっと思い出してね。でかつ、ミッション1から、USB マイクにやっと対応しました。ってことで今 GoPro ミッション1に、USB ケーブルでワイヤレスプロの受信機をね、こうやって今つけてワイヤレスプロの、マイクと接続して GoPro 本体でこの音を録音してます。選べるんですけど、確か選べたはず。本体のマイクの音声と USB マイクの音声を左右それぞれのねチャンネルに、振り分けてだと思うんだけど4チャンで撮ってるわけないよな。そうそう、分けて両方収録、別々の音声データとして収録ができるようになったので、ちょっとそれを試してます。ただ昨日ちょっと試したところ、若干のね、レイテンシーのせいだと思うんですけど、若干のズレがあります。本体で撮った音声と、ワイヤレス、USB マイクで撮った、多分ワイヤレスだからだと思うんですけど、若干の音声のズレがあります。ということでちょっとね、今車の中で、GoPro 本体、ミッション1本体が若干遠いので、僕の声がどれぐらい、聞こえるか分かんないんですけど、ちょっと一瞬今ワイヤレスプロの音声だけ使ってるんですけど、ちょっと一瞬本体の音声とワイヤレスプロの音声を両方合わせてみます。はい、ということで今本体で撮った音声と、ワイヤレスプロで撮った音声を両方、本体にね収録された音声両方使って喋ってますけど、若干の音声のズレ、エコーじゃないけど、こう若干一瞬ダブって聞こえるようになってるかと思います。これが本当ね、編集ソフトで見たら1フレーム以下ぐらいのズレなので、どっちかの音声というか本体の音声を消してしまえば、ほとんど気にならないレベルかと思います。ということでちょっと聞きづらいと思うのでワイヤレスプロだけの音に戻しましたけど、でただどうなんですかね、ちょっとここ検証してないんですけど、本体のマイクは、32ビットフロート録音の設定にしてます。ただ USB マイクも32ビットフロートにできるのかな。ちょっとそこ確認したいですけどね。
一応ワイヤレスプロ本体で、このマイクだけでね、中に内部ストレージがあって録音できるんですけど、その場合は32ビットフロートで録音できるんですが、無理だよな。受信機側で受信した場合は多分32ビットではないと思う。24ビットかな。ちょっとそこ確認してないな。ちょっと確認しようかと思いますけど、なので音割れとかは下手したらしちゃうかなと思いますけど、ちょっと今ね大声出すと皆さんびっくりしちゃうので、やめときますけど、ということでこれなら、最初のセッティングのね手間っつってもケーブルつなぐだけなんで、しかもねこうやって車の中で撮る分には全然問題ないのであれですけど、そうすればこうやって撮れば、パソコンとかで編集するときに GoPro のデータだけを転送すれば、済むということで、このマイクの音声を別々でねパソコンに転送する手間っていうのがなくなるので、これは一つ、運用楽になるかなと思います。っていうのは、昨日7月4日、ちょうどね我らがドレキンさんが今帰国されていて、デスブロ卒業式じゃないけど、感想お疲れ会みたいな、オフ会が開催されて、もちろん僕は今ね新潟にいるんで行かれないのが非常に残念で、結構な人数集まったみたいですごい楽しそうでしたけど、どうも1年来年の6月いっぱいまで、皆さん、毎日なのかな、毎日だろうな、毎日ブログ更新を続けましょうみたいな話になってるみたいなんですけど、いや正直なかなか厳しい。いや実は昨日も一昨日も撮ってるんですけど、ちょっとね重たい話というか、社会問題についてちょっと話したんですけど、ちょっと重たいし僕の中でも着地点が見つからない話だったのでちょっとボツにしたんですよね。っていうのは僕が働いてる、地区で、僕のね働いてる場所とはちょっと離れた場所なんですけど、今再開発が行われてるんですよ。もっと言ってしまえば海外のシンガポールの企業が10年間で2000億円かけて、再開発をしてます。ただその中でね地域住民との摩擦だったり、生活の変化だったりってことがあるのが難しいよねって話をしたんですけど、そんな話だったんでちょっとボツにしました。なんですけど、毎日ね動画を回すのは全然できます。全然できるんですけど、なかなか普段こうやって自分が大変だなんて思ってないですけど、なかなか朝起きて仕事行って働いて、休憩ね実は3時間場合によっては4時間ぐらい休憩あるんですけど、周りに何もないのでだいたい自分の当てられた個室にこもって、ちょっと昼寝したりとか、作業したりとかっていうのはしてるぐらいなんですけど、で仕事終わって帰ってもうすぐ寝るっていう生活なんで、なかなかアフターファイブじゃないけどっていうのもないのでね、話にできるようなネタとか生活っていうのねなかなかお見せできないのでで毎日こうやってお話しするネタもなかなかないので、前みたく6月みたく毎日ってのは厳しいかと思うんですけど、こうやってね思うことがあったりすればちょっとこうやってお話ししようかなと
思ってますんで、まあまあこれからも僕はゆるゆるとやっていこうかなという、なんかお叱りの言葉を受けそうな気もしますけど、まあということで今日も一日仕事頑張っていきます。どうですかね、これ多分編集ポスプロのコストはだいぶ減るんじゃないかなと思うんで、どっちがいいかな。まあまあちょっとこの本体収録もやっていこうかなと思います。それではね、また次の動画で。